はい、井上ゼミです。今回の井上ゼミのゲストはですね、松代総合病院の、消化器内科とダイエット科で医師をされています前川聡さん、になります。前川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前川さんといえばですね、以前井上ゼミでこちらのね、動画、一応ね、ここ上げておきますけれども、糖質の基本とヤブ患者になるなというね、こういった動画を配信したんですけれども、そこでテキストとして扱ったね、本がこちらになるんですけれども、こちらがゼロから知りたい糖質の教科書。で、それからヤブ患者になるなんですね。で、こちらをね、本を書かれたのが、前川さんということで、今回はですね、その前川さんに、いろいろですね、お話を伺っていきたいと思います。はい。ということでね、まずはですね、前川さんのお仕事についてちょっとお聞きしたいんですけれども、前川さんのですね、主な仕事と専門内容について、まずちょっと教えていただけますでしょうか。僕はまず消化器内科なんですよね。で、消化器内科って何をするかというと、お腹の内科医なんですけど、一番メインでやってるのは内視鏡なんですよ。胃カメラをしたりとか大腸カメラをしたりっていうの。例えば今日なんかも胃カメラを12、3件やって、大腸カメラを6件してみたいな。で、ポリープがあったらそれを取ってみたいなのを日々仕事にしてまして、週に2回とかは早期胃がんとか早期大腸がんの内視鏡手術も行っているっていう感じですね。で、外来もその内視鏡の日と外来の日が交互にあって、それを日々ルーチンマップにしているということなんですね。で、ダイエットに関しては、その内視鏡処置のないその外来の日に、ほぼダイエット外来にだいぶ変わってきたんですけど、その消化器内科の患者さんに混じってダイエットの患者さんを見てるということですね。その今ね、出てきましたダイエット科ですね、これの特徴をちょっと教えていただけますか。最初2009年ぐらいから僕前の病院の頃から始めたんですけど、ダイエット、肥満外来っていう感じでスタートしたんですけど、なかなかその最初外来であって説明するだけでは理解してもらえないし、例えばその患者さんが何を食べてるかとかまで問診まで大変になるので、今はダイエット入院という形でそのしっかり問診を取って、教育してっていう流れのもとに、それ終わった方のアフターフォローとして外来を見てるということで、ただその入院はできないけれども外来で見るっていう方は極力あまり見ないようにしてますね、今は。そうしないとなかなか理解してもらえないので、それでそのダイエット入院っていうのを月1回設けて1週間の教育入院ですね。そこで実際その食事療法について詳しく、教育をして、で実際そういう食事も食べて実践していただくっていう生活を送ってもらって、その後その継続するために外来に月1回来てもらう。でそれを2年間ぐらい継続してっていうのをその一つのタームとしてやっていってるっていう感じですね。今もじゃあそのダイエット入院されている方は、常時いる感じですか？月1回ですね、月1回、テレビとか出て忙しい時は月2回とかやってたんですけど、今は落ち着いてるんで月1回8人転院まででやってるっていう形ですね。そうなんですね。それが外来終わってから3時間ちょいですかね、ちょうどこういう部屋で講義をして、理解を促してっていう形で、それでもなかなか理解できないかなっていうのは、難しいですよね。井野さんでご存知の通り、ダイエットは奥深いですもんね。そうですね。ダイエット入院っていうのはその授業みたいな講義みたいなものそれを僕がスライドを百数十枚ですかね、作ったのを実際講義でやって、でその講義を聞くと実際この糖質の教科書を読み直したらすごく理解できたという方多いですけどね。やっぱり本を読んでても一回読んでも頭入らなくてっていう方は結構多くて、僕の講義を聞いてからもう一回読み直すと、こういうこと言ってたんだと、やっぱり声で聞くと違うねって言ってくれる患者さんいますね。実際そのダイエット入院の患者さんのこの効果みたいなものっていうのはどんな感じなんですか？だいたい1年間で13キロぐらいですかね、体重落ちるのが平均して。ただ元体重が全然違いますし、ちゃんとできるかできないかにもよるんですけど、13キロぐらいですかね、平均すると。
BMI でいくと5ぐらい落ちるかなっていうイメージですね。結局 BMI の、こう肥満度があって、で肥満度からこう脱却できるっていう感じですか？そうですね。だから肥満1度 BMI25 から30ぐらいの人って結構多いじゃないですか。はい、そういった人たちは BMI25 切ることが多いですね。例えば BMI38 とか39の人ってじゃあそこまでいくかというとなかなかその平均値が示す通り難しいかなっていうところがありますね。ちょっと次にですね、食事と糖質制限について、いくつかちょっとお伺いしたいんですけど、前川さんがですね、この糖質制限に出会ったきっかけをちょっと教えていただけますか？実はこのやぶ患者になるなのその最後のコラム6番ですかねに書いたんですけど、はい、僕は内視鏡が大好きで、これをなりわいにしてもう内視鏡だけやってればいいやと、楽しいから、外科でいう手術みたいなもんですよ僕は。で、誰よりも内視鏡が上手くなってこれだけで生きていければ、楽でいいよねぐらいな感覚で10年ぐらいやってたんですよ。で、その時も内視鏡が好きで誰よりも上手くなりたいと思って日々検査を積んでたんですけど、なんかちょっとどうなんかそのマンネリ化というか、本当に人のために立ってんのかなって思ってる自分もいたことはいたんですよ。この人のがんを例えば超高齢のほぼ寝たきに近い人のがんを切って、じゃあ家族は喜んでるけども本人は何してるのかいまいち分かってないみたいな、そういう治療がやっぱあるんですよね。そういう中で全然畑違いなんですけど、その病理の先生とたまたまレストランで会うことがあって、でその時に「お前ら糖質制限で知ってる？」みたいな話で、全く僕は井上さんという興味がなかった。自分は太ってもなかったし、糖尿病でもないし、いや何ですか？いや実は自分は糖尿病って言われて大学の先生から薬を早めに飲みましょうって言われて、薬飲みたくないから調べまくったら糖質制限っていうのに出会ったんだけど、でこれやったらなんか本読んだりいろいろ論文とか調べたらいいんじゃないかと思ってね、ふーんっていう感じで、そうなんですか、興味ないからね。で効果出てきたぞってまた言うわけですよ、また会ったら。でそうなんですね、で体重も落ちてきたし血糖値もさ、薬いらないし、そうなんですねっていう感じで、でも全然僕自身が興味なさそうなんで、興味はないのって言うから、いや僕は内視鏡医なんで消化器内科なんで、だけどさ君たちって人を治すのが医者ってそういうもんじゃないので、病理の先生がなぜか言われるんです。病理の先生って顕微鏡見て患者さんと合わないんですけど、でもそうだなって思う自分もいたんですよ。たとえそれは手術したり内視鏡したりしてかっこいいかもしれないけれども、本当に人の役立つことだったら、例えば教育入院でもそれでも人の役立つんだったらそれってすごいことじゃないって言われた時、ちょっと我に返った時があったんですよ。確かに手段はどうあれ、例えば手を当てて治ればそれに越したことはないし、僕なんかも低侵襲をやってる方だから内視鏡とかやるので、いやお腹を切らなくても内視鏡でがんを取れますよって言ってるんであれば、その前段階で介入できればがんもできなくすればいいんじゃないかっていうのにリンクしたんですね。ちょうど10年経ってある程度内視鏡もできるようになって、これから何を目指そうとした時にその話があって、ちょっと頭を打たれた感じがあって、自分たちやってみたら内科だったらできんじゃないって、消化器内科とか言っても別にやってもいいんでしょっていう、ちょうどその後に糖尿病の先生がいなくなったんですよ、その前の病院の時に。で糖尿病でやってみようかなと思ったんですけど、糖尿病っていう病気ってやっぱり、こう言っちゃないですけど、開業医の先生からとするとやっぱ、お金になるっちゃあれなんですけど、手放したくない患者さんになるので、戻ってこないんですよね。で例えば一回紹介した患者さんがその病院に戻ってくるってことはないんで、その時に肥満っていうのが浮いてるんじゃないかって自分は思ったんですよ。2010年ぐらいですかね、ダイエットに始めた。ちょうどライズアップがなかったんで、僕はその時にジムに聞きに行ったんですよ。肥満って保険通りますかねって。通りますよっていう話知らなかったんですよ。でも知らない先生いっぱいいますよ、今でも。だったら保険診療としてやれるんであればいいなっていう話になって、でじゃあダイエットで行こうと。でダイエットだけど、じゃあ名前何にするっていう話になってるんですよ。だから肥満改善入院がいいんじゃないとか、
後輩から言われて、いや、そんなの分かりにくいよ。生活習慣改善に、いや、それもいまいち。ダイエット入院で行こうよ。ダイエット科っていう科にしようよ。消化器内科しか認め、ダイエット科なんて本当は認められた科じゃないんですけど、ダイエット科で行こうよって話に僕が言い出して、で、その時に院長を解き伏せて、ダイエット科っていう科にさせてくださいと言ったら、じゃあいいよって、ノリが良かったんで、ダイエット入院っていう名前で銘打っていきたいって言って、でそういうので、ホームページとかを作ったりして、地方のテレビ局とかから取材依頼が来たりして広がっていったっていう経緯ですね。ですから病理の先生がいなかったら僕はそれをやってないし、そしてその先生が効果が出なかったら自分も勉強してなかったんですけど、その先生に言われてから自分も実際論文を見たり書籍を読んだりして、糖質制限ってすごいなって、外来で数人やりだしたら確かに効果が出て、でも時間がかかる、さっきの話の通り時間がかかって、いくら外来やっても終わらない。そんな中でやっぱり入院でちゃんと指導しよう、自分たちがその内視鏡の件数を抑えて話ができる時間を設けてっていうので始まったのがダイエット入院で、今に至るっていう感じですかね。だからもうずっとその頃から月1回のダイエット入院っていうのを続けて十数年経つんですよ。そしたらね、ちょっと言っていいか分かんないですけどね、健康産業が出てきてわーってなったんですよ。自分たちも実は先だけどすごいなっていうなんかもうそっちの下になってるっていう感じなんですけど、だから糖質制限っていうのが元が糖尿病から起こってるんで、正直自分が最初じゃないか、日本では自分が最初じゃないかなと思ってるんですけど、その肥満っていうのが糖質制限が有効だよっていう話を日本で始めたっていうのが、ですけどその広げるノウハウがないのと、自分はもともと内視鏡ばっかりやってる、今でも今日でもそうなんですけど、そのなかなかそればっかりやれないっていうことから、小さく本当に分かる人に、勉強したい人に教えてるっていうのが現状ですかね。そんな中でこんな本を書けたんでよかったし、井上さんとこうやって出会いましたんでね。そうですね、前川さんに本書いていただいてなかったら、僕読めてないですからね。こういう出会いもなかったと思うんで、こういう機会があってよかったなとは思ってますけど、前川さんはですね、糖質制限をこれご自身もおやりになってるんですよね。僕はなんちゃってですね、でも例えば夜はあまりご飯を食べないようにしてるし、あえて食べる時も実はあるんですよ。あんまり糖質制限をね、しっかりやってる人には言ってないんですけど、筋トレをすごいやったり、実は僕骨折しまして今ちょっとやめてるんですけど、週に1回とか2回ジムに行って運動したりっていう時があるんですけど、ガチで筋トレをした後とか、前後ですよね、インスリン分泌をあえて促そうという意味で焼肉弁当を食べたりとかして、そういう時はあえてそういうのを食べて筋肉の成長を促すっていう糖質も使い方だと自分は思ってるんで、あえてそういうのをしてる時もあります。ただ何もしてない時は、僕ビール好きなんで、最近はいいのが出て糖質ゼロビールと結構美味しいんで、そういうのとおかず、僕はあまり食事作らないんで、こういう本出してるんですよ。井上さん作ります？僕作りますね。作るんだったらなおそれに越したことないですけど、僕はちょっとコンビニとかでいろいろおかず買って、その糖質ゼロビールと一緒に飲むっていうことは多いですね。じゃあ結構日常で、筋トレするときとしないときで違うと思うんですけど、結構糖質はそうですね。だからね、僕はもともと朝食べてなかったんですよ。朝食べてなかったんですけど、こう言っていいかわかんないですけど、この病院来てからものすごい忙しくなっちゃって外来が終わんないんですよ。1時とかでも2時とかなっちゃうんで、お腹空いてイライラしてる自分がいて、これ朝食べた方がいいかなと思う中で、最近は置き換えのプロテインみたいな朝飲んできたら平穏ですね。やっぱりエネルギー不足になっちゃって、なんかイライラしちゃって、まだ患者さんいるのとかなっちゃうんですけど、今だと2時まででもやれますね。だから朝はそういうプロテイン的なものを飲んで、昼はね、もうちょっと忙しいので食堂で、120g のイメージの、米も含めて僕は痩せてて糖尿病もないので取ってますけどね。で夜はそういうおかずと糖質制限のビールみたいなのだったりとか、飲まない日もありますけど、そういう感じですかね。あと筋トレする日は普通に米を食べたりとか、そういう感じの食生活をしてます。僕は基本的には
大半の人がそうですけど、常習的に糖質を取りすぎてるから肥満とか糖尿病になる人が大半だと思ってるんですよ。だから賢くその活動量に合わせてやってれば、そう簡単に肥満や糖尿病にならないと思ってるんです。常習的に悪気なく糖質を取りすぎてしまったっていうのが、慣れの果てが肥満糖尿病じゃないかと思ってるので、ちゃんと活動量に合わせて計算して体重とか見てやってればそうなりにくいんじゃないかなっていう、体質ももちろんあると思うんですけど、考えてるんですね。ちょっとね、次の質問いきたいんですけど、不調や病気をですね、こう日常的にこう抱えている人っていうのは、今の日本では多いと思うんですけれども、その人たちがですね、こう不調や病気からこう回復していって、で健康で生き生きしたこう体と心をこう維持していくためにはですね、まずはこうどんなことから始めたらいいでしょうか。その不調の原因が何かによるんですけど、まさにこの糖質の教科書って僕書いてるんですけど、やっぱり今の話とはちょっとまたずれてくるんですけど、糖質の取りすぎが多いのかなって思うんですよね。血糖値スパイクであったりとか、例えば子供なんかでも食後眠くなる。でも糖質を取らなかったら確かに眠くならないんですよ。だからその辺のその糖質の見直しをまず食生活でやってほしいな。運動するからって言うんですけど、なかなかね、運動ってできないと思うんですよ。時間も取れないし、その部活動みたいに何かこう応援とかがあったりとか、大会があるわけでもなく、ただ苦しい。僕はちょっとストイックな方なんで、筋トレとか頑張れる方なんですけど、なかなか頑張れないと、特に肥満とかなってしまったり、不調になるような人っていうの。そうすると、やっぱり食生活を見直しで余計なものを取ってないかな。で、やっぱりことわざが言う通り、例えば甘いものは別腹とか、締めのご飯、うどん、ラーメンのように、やっぱり取りすぎるもの、余計に取りすぎるものって糖質が多いと思うんですよ。その辺の見直しから始めるべきじゃないかなと思いますね。あとは、やっぱりそれは一次予防なんですけど、二次予防ですよね。その検診とか全く受けてないっていう人いるんですよ。健康だと思ってる。僕はそういう人にヤブ患者になるのにも書いたんですけど、あなたは車、車検受けてますって言ったら、ちょっとンとするんです。1年点検もやってます。車大事なんで。じゃあ体は点検しないよってよく言うんですよ。ただ、車走ってるからって故障ないとは限らないよね。だからその辺もやっぱ合わせてやらないと、知らずのうちにがんとかなってる人もいますので。まずは食生活の見直しでしょうけど、その次はやっぱりその検診などのチェックです。人間ドックとか。それも合わせて大事かなと思いますね。あれ面白かったですね、車の例え。僕はあれもまさにそうですもんね。だってなんかこうアラームがついたまんま走る人いませんかね。で僕もそういうのばっかり考えて生きてるだからよくこの本にも書いたんですけど、先生方ってその勉強ができる人が多いから、その自分の頭では理解できてるけども、その民間人には分からない内容って多いんですよ。そこの差を埋めるのが苦手な先生が多いんで、自分はその穴をどう埋めようかな。だから僕はそこを本の売りにしてるんですね。だから僕は例えばこの糖質の教科書になって甘やかしたこと一言も書いてないんですよ。実は井上さん分かると思うんですよ。お酒はいくら飲んでもいいとか、肉なら食べて OK、 間食もしていいとか書いてね、それがベストセラーになってたりするんですけど、ちょっとねチェッとか思うんですけどね。だけど僕はそんな自分が死んだ後もこの人正しいこと言ってるなっていう本を残したいと思うので、そういう人気商売みたいなことしたくないなっていうのがあって、本音で勝負するんですけど、でもそこの売りは分かりやすさで勝負したいと。甘やかしではなくて分かりやすさ。なぜ糖質を今減らさなきゃいけないのかとか、自分が思いついたこと。例えば僕なんかはその新しい知見がどうでってじゃじゃーんみたいなのって実はこの本あんまりないんですよ。だけどそもそもなんでじゃあ糖質って減らさなきゃいけないのとか、その辺をその自分なりの経験値から思いつく、それこそ風呂で思いついたこととかもあるし、それを分かりやすい言葉にするトレーニングを日々やってるつもりでいるので、そこの自分の長所が生かされてるかなっていうのはこの2冊の本なんですけど。
皆さん何となく分かってもらいます？いや、僕はもうだってそこに食いつきましたからね。もうめちゃくちゃ分かりやすい例え出すなとか、あと、前川さんが、やっぱ造語を作る、やっぱりすごいなと思いますね、あれもね。あれすごい分かりやすい造語ですよね。僕はそれが自分の才能だと思ってるんで。ヤブ患者まさにそうですけど。だから甘やかして売れる本なんてその流行で終わっちゃうんだけど、やっぱり分かりやすさとか真実を書いてる本っていうのは長くこう売れ続けるんじゃないかなというのは思ってましてね。まあみんなに知ってほしいなっていう、ちゃんと理解してほしいなっていう内容になってると思うんですけど、次いきますけれども、糖質と脂質のですね、同時食べっていうのが良くないって話をされてますけれども、脂質がですね、エネルギーとして消費されずに、脂肪細胞に体脂肪として蓄積されてしまうっていうことが分かるんですけれども、脂質単体でもですね、エネルギーとして消費されない分は脂肪細胞に体脂肪として蓄積されてしまうっていうことなんでしょうか。脂質っていうのは基本的にはこの本にも書いたんですけど、その吸収を多く取った時には吸収されない、井上さんもご存知だと思うんですけど、その便として排出されるっていうのがあるんですけども、ただやっぱり取りすぎた時にその糖質と一緒に取った場合ってインスリンが分泌されて、それが例えば筋トレをやってたりっていうことであればそういうエネルギーとして使われるんですけど、何もせずに脂質だけを取って、しかも糖がゼロで脂質のみっていう食品がどんだけあるのかなと。肉に塩をつけて食べる、いるかもしれませんけど、なかなかタレもあるでしょうし、もっと言えば野菜だって葉野菜ですら糖質っていうのが入ってるので、そうするとやっぱり少なからずインスリンっていうのは出るはずなんです。そうすると脂質を活動もせずに多く取ってしまって、インスリンが多少なりとも分泌されるとやっぱり太っていく。ただ脂質に関してはそのエネルギーとして吸収脂肪になるまではだいぶ時間かかるので、すぐ太るっていうイメージではないんですけど、やっぱり太ると思いますね。それはタンパク質でもなりにくいですけれども、僕はよく言うんですよ。何事も限度っていうのがある。脂質だったらいくら食べてもいいとか、お酒は蒸留酒ならいくら飲んでもいいっていうのは、それは違うんじゃないってよく言うんですよ。何事も限度があって、糖質が一番太りやすいけど、じゃあ糖質さえ控えれば脂質はめちゃくちゃ取っても大丈夫。そんなことはない。何事もそうでしょって言ったらみんなうなずいてますけど、限度っていうのはどんなことにもあるんだよ。そこがね、この本をつまらなくするところです。いくら飲んでもいいとか、逃げ道を作ってないんで。と思います。あと、ちょっとその話からずれるかもしれないけど、僕はちょこちょこ食べは賛成しない派なんですよ。小分けで食べる。僕はどっちかというと、時間の1日におけるファスティングの方がいいと思うんです。食べない時間を長く設けた方がいいと思う。2食とか朝抜いてもいいと思ってる派なんで、っていうのはちょこちょこ食べっていうのは量は減るからいいっていうのがそういう先生たちの意見なんですけど、インスリンが出ちゃうんですよ。でダイエットの患者さんに外来に来る患者さんを糖負荷試験でいつもやるんですけど、大体インスリン分泌のは普通の人よりいいんですよ。倍とか2倍とか3倍とか。糖を取った時太りやすいインスリン分泌のがいいタイプが多いので、そうすると例えば飴一つ舐めてもインスリンが出るし、最近外来来た患者さんで味見をしょっちゅうお菓子の味見をやる、お菓子業者でお菓子のお店で働いてるから、で味見をした日は痩せないっていうんですよ。だからやっぱり口に入れる回数も含めて多すぎると、いくら量を小分けにして少なくなったとしてもインスリン分泌が促されるようなことがあると痩せないし太りやすいと思います。でちょっとそれと関連するお話だと思うんですけど、私がですね、ちょっと最近人間ドックをやったんですけれども、その結果でですね、ちょっと指摘されたものがあって、でそれが LDL コレステロール値ですね。でこれが157っていうことでちょっと異常値を示していたってことがあったんですけれども、これは何が原因というふうに考えられますか？これはですね、LDL って一瞬難しくて、全部その LDL の値が吸収されたものではなくて、肝臓で合成されるものも7割ぐらいあるんですよ。だから元々の肝臓の合成能が多い方もいるんですね。ですから井上さんひょっとしたら肝臓の合成能が高い方かもしれない。
で、実際問題糖質制限をして脂質の摂取量が増えて、井上さんもともと太ってたって話なんで、その栄養エネルギーの吸収力が高いパターンの人っていうのは今度糖を控えるとおのずと脂質が増えるので脂質の吸収量が増えちゃって、一過性に上がるっていう人もいるんですけど、大体数年とかで落ち着くケースもあるんですよ。そしてあと僕はよく患者さんに言うのはメタボリックシンドロームってあるじゃないですか。あれのその評価基準っていうか診断基準にその LDL コレステロールって入ってないんですよ。善玉コレステロール HDL コレステロールが低いか中性脂肪が高いっていうので、だから実はそのメタボの基準でも LDL っていうのを度外視してる節もあったりとか、 LDL が高いことが本当にその生命予後に悪さをするのかっていうのは議論が絶えないんですよね。で僕の本なんかに書いたんですけど、小型 LDL コレステロール LDL コレステロールの中でも小型 LDL コレステロールが高い人っていうのが実はその動脈硬化を起こしやすいっていうのがあって、LDL コレステロール全てが悪いんじゃないっていう話になってるんですよ。だから僕なんか医者になって20年以上経つんですけど、 LDL コレステロールという概念自体がなかったんですよ。総コレステロールだけで見る時代だったんで、その次に LDL コレステロール、善玉、悪玉、中性脂肪っていうのがあるよっていう話で、今はもっと研究が進んできて、小型 LDL コレステロールって高いのが悪いんであって、LDL 全てが悪いんじゃないっていう話になりつつあるので、今後この評価基準も変わってくるかもしれないし、僕はその LDL コレステロールっていうのはそこまで重視してないですね。多少高くても様子見ましょうとか。だからそこまで気にする必要はないんじゃないかなって、その値であれば。そうですか。僕の患者さんでね、300とかなった人いたんですけど、これは面白くて、その糖質制限をすごいやって、糖質さえ控えればいいっていうふうに解釈して、僕はそう言ってないですけどね、僕朝は鶏肉、昼は豚肉、夜は牛肉っていうのを毎日続けて、LDL コレステロールが300とかなっちゃったんですよ。だからやっぱりそれはダメなんじゃないかな。さすがにやりすぎっていうのは、吸収されなくて排泄されるっていうけども、元の量が多ければさすがに吸収量も増えちゃうので、そこまでやるのは良くない。やっぱりそうやってやる人もいるんですよ。だからそういうことでないんであれば、その程度の値であれば、自分様子見でいいかなと思います。ちょっとね、これも関連して分かんないんですけど、その動物性タンパク質を取りすぎると悪玉コレステロールが増える可能性があるっていうのが今の話に該当するかなって僕は思ったんですけど、最初、これどうして悪玉コレステロールが増えてしまうっていうことなんですかね。やっぱり脂質のコレステロール成分っていうのは実際人間の細胞に細胞はコレステロールってあるので、動物性のものを食べるとそのものが吸収されてっていう話ではあると思うんですけれども、肝臓で作られたもの7割ある中ですので、もともとその肝臓で作られているものが多い方なのかもしれない。それはね、調べようがないんですよ。だけどその値自体をそんなに、その評価基準すごい病院によっても違うんですよ。120までとか厳しいのもあれば160まででいいとか、もう学会によっては言ってることが様々で、例えば血糖値の指標であるヘモグロビン A1C なんていうのは、その学会とかその病院によって値が違うってほとんどないんですけど、コレステロールだけ本当にいろいろあるんですよ。ですから価値観が定まってないんじゃないかなっていうのは自分の本音ですよね。で、コレステロールが高いだけでじゃあ本当に心筋梗塞と脳梗塞とか増えるのって言ったら、もう一つエビデンスがないんですよ。じゃあコレステロール高かったら足腐ったりするしないけど、糖尿病は足腐ったり失明したりするじゃないですか。ですから例えばコレステロール高くて心筋梗塞になっちゃったっていう人、太ってたり、例えばタバコを吸ってたりっていう合わせ技でなってることが多いので、コレステロール1本だけで病気になるっていうのは、めったに見たことないし、エビデンスも乏しいと思います。だから他のデータが何も異常なくて LDL コレステロールだけ高いという人は僕は特に様子見してます、ね、肥満もなければ。本当に心配だったら頸動脈エコーとかしてプラークとかがないかっていう、その血栓みたいなものがないかっていうのを、動脈硬化が進行してないかっていうのを見た方がいいんでしょうけど、まず大丈夫だと思いますね。あとですね、ちょっとこれもお聞きしたいんですけど、特にね、若い女性の方で糖質を過剰に摂っているのに見た目が全然太っていないっていう、むしろ痩せているような人がいるんですけれども、これはね、内臓脂肪をためやすい前川さんの言葉の痩せメタボっていう、そういったことで、これはよろしいですか？いや、どうでしょうね。自分も見たことないので、でもどうでしょう。
特に運動してなくても、部活動とか昔やってたかもしれないんですけど、若い人ってまだ筋肉ありますよね。いろいろ僕 CT 取ったりするんですけど、ですからまだその若い頃の貯金が生きてて、筋肉量も多くて、糖を取ってもその蓄えるグリコゲンとして蓄えるその筋肉がまだあるかもしれないですね。蓄える貯蔵庫があるんじゃないか。ただ年を取っていく中で運動もしないから筋肉が痩せていくと貯蔵庫がなくなって同じことを続けていると太っていくっていう人が多いんじゃないかなって気がします。もともと生まれ持った筋肉量というか、若い頃部活動とかしてたものの貯金がまだ生きてるだけで、そのうち太り出す可能性が高い。中には痩せメタボいるかもしれませんけどね。これ痩せメタボ以外の可能性は何か考えられますか？だからやっぱりさっき言ったその筋肉量がまだ維持されているとか、基礎代謝が高いとか、そういうことでまだイーブンでいけてる、あるいはちょっとずつ太ってきてるのかもしれないけど、まだそのメタボの基準までいってないっていうレベルで、そういうことを常習的に続けていくと太る可能性は高いんじゃないかなって見てますけどね。どっかででも調整つけてる可能性もあるんじゃないですか。ないんでしょうか。めちゃくちゃその時は食べるけど普段は気をつけてる。そうですね。そうですね、確かに。だからそこの調整をつけれれば、賢い食べ方ができれば糖質を取ったとしても、みんなが糖尿病肥満になると僕は思わないんですよ。やっぱり常習的に何気なく3食米を食べて、特に活動もせず、3時のおやつを食べる、これだけで何も悪気はないんだけど、そして普通にビールとかを飲みみたいな、ありがちな食生活で何も悪いことしてないんだけど太っちゃった、糖尿病になっちゃったっていうのはあるんじゃないかなって気がしますね。結構僕がそういう人の話を聞いていると、その糖質を例えばラーメンを食べるとかいうのをですね、こう自分へのご褒美として、こう食べてるというような人、食べるとすごくやっぱり美味しいし、こう心地いい気持ちになるっていう、幸福感がもたらされるっていうことで、今日一日の自分へのご褒美みたいなね、そういった位置づけとしてこう食べている人もこういらっしゃるんですけど、なかなかそういう風になるとあれですよね、それを制限するっていうことじゃなくて、いやこれは、井上さん正確に、井上さんは僕厳格な人なんで絶対ラーメンとか食べない人だと僕は思うんですけど医者もそういう人多いんですよ。やっぱ勉強できる人が多いから、真面目なんで、その病理の先生が徹底してもう一生糖質食べないとか言うんですけど、僕例えばネタでね、ダイエットの講義する患者さんに、僕を神父と思ってみて、あなた誓います？一生米を食べない、糖質食べないって言うでしょ。みんな顔を回す。はい、今誓ってくださいとか言うでしょ。誓いませんってなるんですよ。そう誓いのキスはしたんでしょみたいな話でこう言うんですけど、だったら調整しなよっていうのは、この本にも書いたんですけど、だから誓えないんですよ、大半の人は。だからこういう本買ってもやっぱり違う本買って、なんか甘え貸してくれる本とか、ここにはご飯食べていて書いてますとかいう人の方が多いですね。井上さんみたいに厳格にやれる人がいっぱいだったら、こんなに不調の人いっぱいいないです。ですから僕は井上さんみたいな人は、もうこの本さえ渡せば自分でやってね。いないからダイエットで講義して知った激励をしながらやらなきゃいけないんですよ。だからこの外来が成立してるんで、井上さんの人みたいな人ばっかりだったら多分必要ないです。こういう顔。だからそうですね、その人もだからなんていうかな、でも調整つけてるんであれば、まだ賢いと僕は思います。その人に関しては、病気になりにくい可能性あると思うんですね。僕のとこ来る人の大半は毎日夜になんかラーメン食べてたり、お菓子夜食べてたり、そんな人ばっかりですよ。そこの違いですよね。そうです。全く食べないか毎日かじゃなくて、毎日か調整つけてるか。そうです。だから例えば今日は運動したから食べようとか、そういうやり方であればなりにくいと思うんです。なりにくいと思います。もう日々なんとなく何も知識もなくそう糖質を取りすぎてるっていう人がやっぱりなる病気かなと思うので、この本とかがそういう無知から来る病気っていうのを防げればいいなと思って書いたんですけどね。いやよく無知も罪だよって僕は言うんですけどね。酷なようですけど、やっぱり自分の体のことなんだからしっかり理解しないと、それになんかお役立てできればいいかなと思ってるんですよね。
医師と患者、病気と病院ということで、ちょっと大きくテーマを設けたんですけれども、まずはですね、こちらのね、やぶ患者になるなっていう、本の話なんだけど、やぶ医者やですね、やぶ医者のいる病院を見分けるためのポイントっていうのはありますか？僕4つの戦力分析ってこの本に書いたんですけど、昔ね、今時の高校野球ではないんですけど、そのチームの戦力分析っていうのは打力と守備力と機動力とっていうような感じでね、4つの分析があったんですよ。でそれの僕も真似をして思いついたのが、医師で言えばまず知識力、何も知識がないとダメだし、あと技術力、技術がないといくら知識があっても手術が下手ならそれはいい医者とは言えません。でも内科とか言っても主義がいろいろあるので、僕出た内視鏡もそうですし、あとマネージメント力っていうね、これは何かというと、いくら技術があっても知識があってもそれをうまく適材適所使えなければ全くガラクタに近いもので、あと最後は人間力、いくらそういうものが全て持ち合わせても人が悪ければダメだというのがあるので、その4つが項目として大事なんですけど、じゃあその4つとか言われても先生見ても分かんない。そうなんですけど、でもやっぱり今まで人間と対してきてなんとなく分かることってありますね。その人ってどんな人なの、まず自信があるのかどうか、まずその技術がなかったり何かが自分に自信のない先生っていうのはおどおどしてたりするケースが多いし、例えば新刊でかかっても話が回りくどくて分かりにくい、それはマネジメント悪いかもしれない。で全然目を見てくれないとか言うと、それはコミュニケーション能力に問題あるか、人間力に問題があるかもしれないとか、なんとなく喋った時の感覚でその対医者としては分かるとこがあるんじゃないかなと思うんですよ。それはやっぱり病院もそうですけど、皆さんいろいろ社会で生きていく中でこの上司でどうかなって思う時になんとなくのファーストインプレッションってあると思うんですけど、でも騙されちゃいけないのは人当たりがいい先生をいい先生と思い込まないことですね。僕はこの本に書いてですね、そこで騙されてしまうことが多いので、特にその技術を要するような上っ面で良ければいいんですけど、本当に自分が生き死に関わるような手術をするとかいう時に、なんとなくその上っ面がいいだけで人を判断しない方がいいんじゃないかなって思いますね。やっぱりその自信とか、あと実際聞いてみるのもいいことだと思うんですよ。先生どれぐらい手術されてますかとか、件数とか、年間どれぐらいされてるんですかとか、聞きにくいかもしれないですけど、本当に大きな治療をする場合っていうのは聞くべきだと思いますね。不安があって手術を迎えるっていうのは良くないと思うので、あとホームページを見たりとか、今情報収集できる方で口コミもそうですけど、いろいろアンテナを張ってこの病院ってどうなのかな、それだけで判断してはダメだと思うんですけど、判断材料を集めていくっていうのは大事なことかなと思いますけど。ちょっと次の質問なんですけど、こちらのね、やぶ患者になるなの方で医療訴訟のね、話もされていましたけれども、細かな同意書を取るっていう、現状があるというお話されてたんですけど、医師と患者のそれぞれにね、その時不安があるということだったんですけれども、その不安というのはですね、医師の不安と患者の不安、それぞれ、何が引き起こしているというふうに思われますか？昔僕が医者になった時っていうのは同意書ってほとんどなかったんですよ。内視鏡するにも同意書がいらない時代だったんで、いきなり患者さんはもう寝てるっていう感じっていうのは、先生が全てだったんですよ。で患者さんに選択はなくて先生の言う通りやればいいのっていう時代だったんですけど、時代が変わっていく中で同意書っていうのが出て、その同意書ももっと事細かく書いてないと、そこにないことが起こった場合訴えるみたいな話になるんですよ。極端な話、この本にも書いたと思うんですけど、 CT ってね、CT 検査がどうしても必要、お腹が痛いとかなんとかでしなきゃいけないんですけど、その時造影剤っていうのを使ってやらないと血流が見えないから腫瘍があるかどうかとかわからないというようなことがあって、造影の同意書を取ろうとすると1万件に1件死亡する可能性がありますみたいなことを、書かなきゃいけなくなるんですよ。この検査で死ぬなんて聞いてなかったし、
でその1万分の1の確率が恐ろしくて検査を断ったっていう人が中にはいるんですよ。稀ですけど。でそれって本当にその患者さんにとっていいことかというと決してそうではないと思うんですよ。車なんてね、事故する確率は万が一以上ありますよね。青信号で走ってても人を跳ねちゃう可能性もあるわけで、そう考えるとやっぱり行き過ぎた同意書でもそれがないともし何かあった時訴えられて僕らも守りの姿勢なんで、お互いにそういう意味ではこの同意書昔は なさすぎて悪かったんでしょうけど、今は行き過ぎちゃってもう本当気にする人は気にしちゃってもう検査も何もできないとなっちゃうので、そこはやっぱりメリットデメリット考えて確率論で考えて万が一だったら今の状態調べてほしいからってこう思ってほしいなと思うんですけど、今だからそこを真に受けて考えちゃうと死ぬとかいう言葉、死亡という言葉が書かれたりするので、いやじゃあ怖いからやりません、胃カメラも怖いからやりませんってこうなっちゃうので、何事にもリスクっていうのが僕はあると思うので、そこはある程度享受しないと、やっぱりいい方向に向かない可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺が同意書の今の同意書の問題点かなと思うんですけどね。やっぱこう何かあったら困るからっていう一言がものすごい力をこう今、いろんなところで、医療だけじゃなくてもういろんなところで多分、幅を利かしていて、そうなんですよ。これがあったら全てやらなくなるみたいな。そうまあね、この言っていいかわかんないけど、私失敗しないからなんてね言う医者は日本中一人もいないです。でそんなこと言ってもし失敗したらですよ、すぐ訴えられちゃう、ね、私は失敗しませんなんて言いません、ね、いやこういうリスクは少ないですけどこういう可能性はありますっていうこと全て言わないと何かあった時は訴えられちゃう、私失敗しませんからって言って得はないですよ、だから絶対言わないです。それはあれはねドラマの世界ですそうだからそれぞれの中にある、医師の中にも患者の中にもある何かあったら困るっていうその不安っていうのは現実的にはどうすればこうなくなっていくと思いますか？やっぱり信頼関係だと思うんですけどね、その先生とどれだけその信頼関係を構築できてこの先生ならって思えるかどうかなんですけどね、そこが思えなかったり疑心暗鬼になるようならやっぱりちょっと考え直した方がいいかもしれないですよね。ですね、ヤブ患者からですね、患者がね、卒業するにはですね、まずは何をすることから始めたらよろしいでしょうか？やっぱり先ほど話したように日常生活の見直しですよね。よく今病気で悩んでるっていう人の大半は生活習慣病だと思うんですよ。あとコロナの時もね話が出た持病ですよ。持病って何？それは糖尿病だったり高血圧だったり、生活習慣にまつわる病気なんで、その生活習慣の見直しだと思いますよね。まずは第一にとにもかくにもやらなきゃいけないことだと思うので、誰しも何か引っかかるものを持ってることが多いと思うんですよ。特に病気するような人って、糖質でなくても酒を飲みすぎてるとか、糖質はそんなに取らないけどめちゃくちゃ食べ過ぎてるとか、全く活動しないでただゴロゴロ寝てゲームばっかりしてるとか、その辺何か自分の生活習慣って大丈夫かな。その中で一番やっぱり問題になるのは先ほどずっと話している糖質っていう取りすぎですよねが多いのかなって思いますけれど、あとは定期検査、いくら糖質を取ってないからといって検査しなくていいっていうのはまた違う話なので、車だって日々点検してても車検を受けなきゃいけないわけですから、そういうのは別個にいくら食生活とか生活態度がいいとは言っても、検査を怠らない姿勢も大事かなと思いますね。ヤブ患者から卒業するためにはまずは日々の生活の見直し、そして人間ドックなどの検査をしっかり受けるということだと思いますね。それとですね、対応する形でですね、逆にヤブ医者がヤブ医者から卒業するためにはこれは何をしたらいいですか？僕はそれおこがましいんでねあれなんですけどでも自分がもしこの糖質制限とかダイエットかっていうのに出会ってなかったとしたらきっとヤブ医者だったと思うんですよ。っていうのは専門バカです。いわゆる内視鏡だけは誰よりもうまいし、がんを切らせたらうまいんだけれども、じゃあ人間のこと考えてるのかなって、
いわゆるその修理屋、本当専門性の高い修理屋になってたと思うんですよ。僕はそういう先生が多いんじゃないかなと思ってるんですよ。もっとグローバルに医療全体を見てほしいなと思うんですよね。だから僕はこの本にも書いたんですけど、その消化器内科医とか内視鏡医である前に医者なんですよ。で、もっと言えば医者である前に人間なんですよ。そこが抜け落ちてて、自分はやれ消化器内科だから関係ないとこうほっぽり投げちゃうんですよ。いや、治してあげるのが仕事だよね。いや、カッコつけたいからね。僕は手術じゃない、手術しかやりません。これは手術関係ないからこの科ではないですとか言うんですけど、いや、不調で困ってんだったらそこを治してあげるんでしょっていう、それが自分のやれないことをやるのはダメですけど、まず医者であり人間であるっていうのをもう一回思い直して、人を良くするのが仕事であるっていうのをもう一回思い直してほしいのと、で、やっぱり悪い医者にならないためには、自分や自分の家族が患者だったらって思うことがまず大事かなと思うんですよね。で、そういうふうにできれば、変にはならないんじゃないかな。でもなんとなくそれは別、口先では優しいことを言ってても、もうパーツ屋になってることが多いので、自分とか自分の親だったらどうするだろうって思えば、だいぶ医療も変わるんじゃないかと思うんですけど、そうやって思ってる先生が実は少ないんじゃないかな。だから僕はこのダイエットで肥満とかこういうのも出会って、いろいろ病気持ってるじゃないですか。もう着せずして全体を見るしかなかったんですけど、その中で本当胃がんの手術がうまいとか言っても、内視鏡うまいって言っても本当部分屋であって、その人を見たらめちゃくちゃ太ってて糖尿病だし、こっちのコントロールが悪くてこんながんなんか取っても意味ないしっていうのいっぱいあったんですよ。ですからそのパーツを極めることも大事ですけど、やっぱり全体を見渡して、しかも自分や自分の家族に接するような気持ちでやっていくと、そういう医者は減っていくんじゃないかなって気がするんですけどね。前川さんがですね、患者さんを見ていて、食生活以外にですね、何か顕著な傾向ないし特徴みたいなものは何か感じられることはありますか？やっぱり一般的ですけど、酒タバコですよね。酒タバコはものすごいやっぱり三大中毒ってよく言ったもんで、糖質も入るんですけど、酒タバコは未だに減ってきたような気がしますけど、多いですね。アルコール性肝硬変とか、酒タバコによる食道がんとか、つい最近も見ましたけど、今日かな、内視鏡で見たんですけど、酒タバコやってるって言うとやっぱりタバコはつい最近まで吸ってて、酒もお酒飲んでるとか、その辺の生活習慣ですかね。酒タバコ多い気がしますね。糖質も合わせて酒タバコ糖質っていうのはどれかをやってるんですか？それとも割と複数やってます？オーバーラップする人多いんですけど、3つ被ってる人あんまりいないですね。酒タバコ糖質っていうのは、男性の場合は酒タバコっていうのは多いし、女性の場合は糖質が多いっていう傾向があるかなって。一つだけのこともありますよ。でも本当に糖質に逃げてるなっていう。だから晩酌する人は糖質取らないとかあるじゃないですか。僕もいらないですもん。飲みます？井上さんお酒。僕飲めないんで。よく頑張ってるなと思うんですよ。お酒飲めない人って、やっぱご飯がないと焼肉食べに行ってご飯って言うじゃないですか。酒飲まない人は、子供とか。僕は酒飲むから別にいらないんですよ、もともと。ビビンバなんかお腹いっぱいでやめたらいいよね、そんなのっていう感じで取り組みやすいと思うんですけど、ですからどっか一つトラップかかることが多いかなって思いますね。酒飲まなかったらご飯食べたくなるし、お菓子で気を紛らわしたくなるしっていう。井上さんみたいに厳格な人はね、大丈夫なんでしょうけど。厳格、たまたま僕飲めなかった人なんで。そうするとやっぱり糖質逃げちゃって、だから楽しみなくなっちゃうしとか言う人いるんですよ。いますね。それは聞きますよね。よく言うの。お前なさんなよってよく言うんですけど。楽しみめちゃくちゃ他にありますよね。楽しみいっぱいあるでしょ。いっぱいありますよ。これしかないんですって。ふーんっていう感じですよね。いやいや本当ですよね。あるでしょう。いや僕も本当なんか何の話なんて吐く息ながら趣味とかはないのとか言ったり。ありますよ。いやもうこれ食べるのも糖質食べれなかったらもう生きてる意味がないよ。
みたいな感じで結構ありますよ。寂しい人生だねみたいな。そうですよね。いやー面白いですね。ありますよ。そうだからまあ今の話ちょっと関連するんですけど、その病気になる原因にはこの食べ物大きいと思うんですけど、食べ物以外にどんなことが大きく影響していると思いますか？やっぱりね、酒タバコ、あんまり言いたくないですよ。運動不足なんでしょうね。活動不足、でもそこをね補えないですよね。で本人としてはいや私めちゃくちゃ頑張ってるし仕事すごいやってるしでも一歩も動いてない仕事なんですけど、頑張ってるのは頑張ってるんですよ。でもエネルギーとして ATP として使われてないんですよ。残念ながらストレスもかかってるし、いやよくわかるんですけど、だけどエネルギー消費をするような活動ではないんですよ。そこがちょっとずれてるのかなっていうのはありますね。やっぱり活動不足もあるし、整形外科とかやっぱり不注意とかもあるかもしれませんね。怪我とかね。自分なんかも骨折しちゃいましてね、筋トレしたプレート10キロの時今骨折してるんですけどいやもう自分もこの1週間反省して不注意を反省してるんですけど、怪我とか不注意とかもあるかもしれませんね。でも何かしら自分に問題があるから病院に来なきゃいけないっていうことが多いし、あとどうしようもないことですけど加齢、やっぱり高齢者っていうのはいくら生活が良くても病気しがちで、僕はよく車に例えるんですけど、古い車は故障も多くなんでこんな病気するんですかねって80代後半とかが言うから、車と一緒で古くなったらいくらいい乗り方してても故障するよねっていう話をして説得するんですけどね。なんでこんなに私は日々運動もしてるしとか言うんですけど、いやいや年齢がねっていう話で加齢っていうのもあると。あとさっきの前川さんの骨折は運動しててですからね。だけど不注意ですからね、プレートを落としてしまった時、なんかちょっとかわいそうですけどね。前川さんその運動有酸素無酸素含めて筋トレもそんなにストイックにやれる人ってやっぱいないと思うんですけれども、これは結構意識的にやってるんですか？そうですね、なんとなく始めたんですけど、なんかやりだすとちょっとダビデ像みたいになりたいなって裸になった時にっていう思いとかありましてね、マニアックなんですけど、ちょっといい体型でなんかよく僕なんかダイエットが偉いとか、内視鏡も含めてやってると、年取ってくるとなんかお腹出てるようなおじさんとか多いんですよ、絶対あんなのになりたくないし、なったらこんな仕事回ってこないしっていう思いから頑張ってやってるってとこありますね。かっこいい体型を維持したいっていう思いですね。でも僕もやっぱりそれ糖質制限するようになってからやっぱりスマートになったので、そうですよね、それめちゃくちゃ思いますね、あんなおじさんにはなりたくないっていう。そう気づいたらあんなお腹してたらもう本当ショックで死んじゃうかもしれない。で今ちょっと医療の話なんで、前川さんが医療者として見たときにこれからの医療に必要なことっていうのは何だと思われますか？どうですかね。僕はもう制度の問題も非常にあると思ってて、やぶ患者になるのに書いたんですけど、本当その医療費が1990年代が20兆円だったのが今40兆円ぐらい膨れ上がってて、人口が倍になったわけではないのに、で年間1兆円ずつ上がっていくっていう状況なんですよ。で消費税が今の税率でねやっていくと賄いきれないんですよ、医療費だけで。で防衛費も増やそうかっていう中で、そう考えると結局医療が安いとか無料で高額医療費申請すれば安くなるとかいうのは結局自分の税金に跳ね返ってるだけのことなんですよ。それをやっぱり国民一人一人がやっぱり理解して、できるだけ医者の僕が言うのなんですけど、病院のお世話にならないような生活習慣の見直しなり人間ドックの受診なりっていうのをやっていくべきじゃないかなって思いますね。そしてある程度の年齢になったらあまり過剰に病院を受診しないっていうことも大事かなと。そういうので過剰医療っていうパーツあっちゃこっちゃがやられてくる中でね、だからいろいろなギアっていうのがあって、若かりし頃やぶ患者になるなにも書いたんですけど、
一つの欠陥があるためにその車を乗れなくなるようなことにならないように、人間ドックを受診したり生活習慣の改善っていうのは大事ですけど、ある程度の年になるとちょっとギアを変えて、一つのクリニックなりで全部を見てもらう信頼できる先生っていうような形で、その医療費抑制っていうのもちょっと考えていかないと、結局は自分たちに跳ね返ってくるんじゃないかな。年金制度も破綻してしまうかもしれないし、社会保障ですからね。あとそれはやっぱり国の方でも考えていかなきゃいけないのかなと思います。国民皆保険がもうちょっと限界を迎えつつあるんじゃないかなっていうのもあるので、例えば生活習慣病のその負担金を増やすとかは考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、有権者に生活習慣病の人が多いからなかなかやらないと思うんですけど、きれい事では済まなくなってデフォルトするんじゃないかなって自分は思ってるんですけどね。だから自分もそういう責任があるかなと思いから、こういう本を書いたんですけど、実はね、政治家の方々にも送ったけど何の反響もなかったんですけどちょっと考えていくべきじゃないかな。あるいはちゃんと人間ドックとかを受けてる人は優遇されるとか、何も検査を受けてなくて進行がんになって高い抗がん剤を使ってみたいなのってちょっと不平等な気がする。たまたま検査を受けてたけど不運にも進行してしまったとかいうのが同じ扱いを受けてるっていうのが、それはすごくお金があるんだったらいいんですけど、そういう医療費が逼迫してくる中ではやっぱりちょっと住み分け、ちゃんと検査を受けてる人と受けてない人、ちょっと白状のようですけど住み分けしていかなきゃいけないんじゃないかなって思いますけどね。やっぱなかなか変えられない、結局社会的なやっぱり問題になってくると思うんですけど、結構聞いてて今ネックだなと思うのは、これでね、糖質の教科書の方で書かれていたように間違った常識みたいなものが、もうかなり浸透していて、でそこから抜け出せないみたいなことが一つあるのと、でもう一個はやっぱり先ほど来何度も言われているように人間関係ですよね、信頼関係ですよね、でこの2つがやっぱり結構難しい状況になってるなと思っていて、この辺をまずは変えていくっていうことですかね。そうですね。今の問題点っていうのは逆に情報が錯綜しすぎて情報型社会になっちゃってるので、僕が言ってることと全く違うことを言う先生もいるんですよ。例えば2回食でもいいんじゃないって僕が言えば、いや多分割で食べた方が小分けにして食べましょうって言ってみたり、糖質制限が大事やよって言って、いや脂質制限だと言ってみたり、じゃあ何が正しいのって分からなくなる時代でもあるんですよ。ですからやっぱりいろいろ話とか僕で言った本もそうですし、考え方に共感を覚えるかどうかですよね。バックグラウンドある程度必要ですけど、もうそれを信じるしかないのかなっていう気がしますね。あまりあれこれ情報を収集すると何が正しいか分からなくなっちゃうように思いますね。ある程度先導となるような本でも何でもいいんですけど、あった方がいいのかなって思いますね。逆に情報が多すぎてネットで調べたら何もでも出てくる時代なんで、そしたら全然違うことが書いてあったりするわけで、逆にその情報型による難しさが出てるかなと思いますね。昔はその情報がなかったものがその情報を売るのが大変だったんですけど、今情報が多すぎて問題かなと思いますね。やっぱそういう中でも情報を取っていくだけではなくて、実際それを自分で実践してみるみたいなものも結構僕は経験重視してるんですけど。もちろんそうです。例えば僕なんかダイエット入院の時にやってもらうのは、糖を食べたら血糖値が上がるっていうことを、それは医療者も含めて理解してないんですよ。だからフリースタイルリブレっていうね、血糖測定器を患者さんにみんなつけてもらって、これは病院の持ち出しなんですけど、これぜひ患者さんにやってもらいたいからっていうことを病院に説得してやってもらってるんですけど、糖を食べたら血糖値が上がるってこの当たり前のことをやってもらうようにしてるんですよ。ほら、ご飯食べたら血糖上がるでしょ、ご飯食べた方がいいって書いてるけど血糖上がるんだよってことを身をもって教えるっていう、それすごい大事なことで、杓子定規に本ばっかり読んでここに書いてるからだけだと違うことがいっぱいあるんですよ。自分の体でやっていただくっていうことを実際やるようにしてますね。体重が落ちたり血糖が落ちたりデータが良くなるでしょうっていう話を実践してもらうっていうことがやっぱり大事かなと思いますね。
がんについてですね、のちょっと質問なんですけれども、こちらのね、ヤブカンジャイナルナの方の内容で、男性の乳がんもあるというふうに書かれていたんですけれども、男性の乳がん検診っていうのはどうすればいいですか？ついさっき乳腺外科の先生この質問が来たんで聞いてみたんですけど、女性と一緒だって言うんですよ。で、マンモグラフィー、X線検査ですね、と、エコーっていうモダリティなんですけど、たまに気にされて検査される方いるような、その2つの検査でやっていくんですけど、確たるものはないらしいんですよ。その数が少ないから、そういうガイドライン上もそうあまりないらしいんですけど、やるとしたらそのエコーとレントゲンのマンモグラフィーで調べていくっていうことですけど、やっぱり何かこうしこりみたいな感じで受診される方が多いんですよね。これ男性もしこり感じるんですか？感じることが多いんじゃないですか。むしろ感じやすいかもしれないですね。胸があんまりないから。そうですね。でもご希望があれば検査するっていうようなことを言ってましたね。乳がんがすごい心配でとか家族歴があってとか、いうことであれば、そうなんですね。ただ全てのがんを予防できないですからね。ある程度はしょうがないのかなと思ってますけど、やっぱりでも例えばレントゲンでも被爆のリスクとかいろいろあるわけで。なかなかこういう女性に一般的な検診っていうのに男性が参加するってちょっと難しいなって思ったんですよ。そうですね。でもたまにいるみたいですよ。そういう。あとですね、ちょっと乳がんも関連するんですけど、乳がんとか前立腺がんのリスクの一つに高身長っていうことがあるっていうことがこちらに書かれていたんですけれども、僕ね185センチなんですね、身長はね。なのでちょっと気になるところだったんですけれども、高身長が特徴として、含まれているのはどういう理由からなんでしょうか？乳腺外科の先生にさっきそれこそ聞いたんですけど、成長ホルモンの分泌と関わりがあるんじゃないかっていう、背が高い人って成長ホルモンの分泌がいいはずなんで関わってるんじゃないかっていう仮説はあるらしいんですけど、それ立証はされてないようです。あくまで統計学的に高身長の人が有意差が持って多かったっていうデータがあっただけで、ただ前立腺がんに関しては実はその統計の手法によっては有意差が出なかったっていうのがあるらしいので、その中に肥満が紛れ込んでたりとか、高身長であるそこが排除できてない研究だったりとか、何とも言えないところあるみたいです。ただガイドラインっていうか、その一般的な本には高身長って入ってるんですけど、高身長でも肥満かもしれないし、ですからそこまでナーバスになる必要はないのかなっていうことですけどね。やっぱ成長ホルモンとこのがんって関係してるんですか？関係してるんじゃないかっていうまだ仮説の段階のようですけど、成長ホルモンよりも僕はやっぱりインスリンだと思うんですよね。インスリン分泌が普段からインスリン分泌が多い人っていうのはがんができやすいと思いますね。高インスリン血症の人ですよね。それからですね、ちょっとがん関連の質問が続くんですけど、大腸検査はですね、内視鏡ではなくて大腸 CT 検査っていうのもあるんですけど、この有効性についてはどのようにお考えですか？僕はあんまりいいと思わないですよね。一応その放射線量を減らしてっていう CT は出てきてるんですけど、でもやっぱり放射線が出て被爆しますし、じゃあもし何かあって、だいぶ画像は良くなってるけど、ポリープとかあった時にその場で治療できる、結局内視鏡になるじゃないですか。それであれば最初から精密検査である内視鏡を受ける方がいい。それは検査兼治療になるし、ちょっと回りくどいし被爆のリスクもあるしって考えるといかがなものかなって思いますけどね。ちょっとねそれと関係してなんですけど、結構近年の人間ドックではですね、がん検査の追加オプションっていうのがいくつもあって、で割と高額なもの、例えば胸部 CT 検査とか大腸 CT 検査もそうですけど、腫瘍マーカーセットとか、あとミアテストっていう乳がんリスク検査とか、マイクロアレイ血液検査っていう、これかなり高額でびっくりしたんですけれども、もう本当にいろいろあるんですけど、こういう最新技術による検査については前川さんどのようにお考えですか？僕なんかもそれとは違うんです。ベッド検査で引っかかってっていう何もなくてみたいな人もいますし、ミアテストとかでも、乳がんとかでもね、実際それがかなりがんの可能性が高いみたいな結果が出て持ってきたら何もなかったりっていうのことがあるので、まだまだ信用しきれないところがあるんじゃないかな。
追加オプションとして参考までにやるのはいいと思うんですけど、例えばペット検査やってるから内視鏡しなくても大丈夫みたいな考え方は危険じゃないかなと思いますね。あくまで参考として体質というかがんになりやすい体質なのかなっていうものとして興味の範囲でやる分にはいいと思うんですけど、過信してその通常の検診を怠るっていうのは良くないように思いますね。がん関連でも、それ以外でもいいんですけど、こちらのヤブ患者になるまで、触れられていないお話とか、この本を書かれた後で新たに分かった最新の知見などがあればお話しいただけますか。結構書き切ったんで、充実感というか、僕は親が生きてる間、もっと言えばその認知機能がしっかりしてる間に書きたかったんですよ。自分の、医者にしてくれた両親にこう送りたかったというか、親の話をだから結構入れたんですけど、なのでそんなにないんですけどね、本当言ってることを書いてるので、ただその周りの人から言われるのは、もっと研ぎつく言ってるよねとかね、その言葉が優しくすぎませんかとかいう実際あるんですけど、そうなんですね。内容的には非常に満足してるんですけど、ただ今地方の新聞社から月1回さっき本当添削してくださいって来たんですけど、1400字かなで原稿書いてるのがあって、そこでは健康寿命を伸ばすにはっていうタイトルでいろいろ書いてるんですけど、このヤブ患者になるのは2でもいいんですけど、もっと細かくいろいろ、特にそのアンチエイジングっていうか、そういうところ、これはもうがんっていうことに関しては書いてるんですけど、例えば見た目もそうだし、健康に長生きしたいという人間のその欲求に対してお答えできるような本が、また出せればいいのかななんて思ってはいるんですけど、漠然とですけどね、書いてって言われなきゃ書けないしあれなんですけど、それを、今自分はその新聞っていうのを月1回書きながら、結構それも面白いなと思って、例えば慢性炎症に触れてみたりとか、いろいろありますよね、そのアンチエイジングっていうことで、そのアンチエイジング的な話がちょっと今この書いた後少しずつ自分の知識を貯めていってるような感じですけどね。骨折なんかもしたんですけど、骨もちょっと勉強してたりしてので日に当たらなきゃな、なんか日光浴も 1,2 時間もなんて、ちょうど自分が新聞に書いてたななんて、でも当たれないしみたいな感じありますけどね。あと言っていいのかあれなんですけど、内臓脂肪の教科書って僕は今書いてるんですね。そうなんですか。ですから今度は内臓脂肪に特化して、これの第2弾書いてるんですけど、日本人に多いタイプという。それで内臓脂肪っていう話でもまたちょっと本書くと勉強になりますね。やっぱり10倍20倍で調べなきゃいけないんで、だいぶその辺で知識が深まって、今日の話もそういう内容も使えてるんじゃないかな。そうですか。やっぱり本書いたり論文書いたりやることで面倒ですけど、やっぱりね、井上さんもさっきいただいた論文でだいぶ勉強したと思うんですよ。10倍20倍という書けないですね。ここにはものすごいやっぱり血と涙の結集があると思うんですよ。やっぱりそういうのでちょっとずつ今知識を貯めている段階であるんですけどね。やっぱ前川さんの場合でいうと、自分に何か経験したとか、なんかきっかけみたいなのがあって、そこからなんか勉強するみたいな感じですか？そうですね。だから結局僕は患者さんから教えてもらってるっていうのもありますよね。結局患者さん自身に理解してもらう血糖値だって本当に糖質 220g は取らなきゃって言ってる先生なんていっぱいいるんですけど、自分の血糖値見てるって言いたいですね。僕も自分のリブレで測ってみたり、米食べたら上がるなっていうのを実践してみてるし、日々患者さんの血糖値とか見てると違うなっていうのが分かるわけで、患者さんから教えてもらって会話ですよね。だからよくダイエットの入院とか糖尿病入院っていうのはあるかもしれないけども、一方通行でもいいんですよ。こうしなさいっていうだけで、
それも間違ってたりするんですけどね、カロリー制限とかあるんですけど、でもやっぱりちゃんと医師が問診を取らなきゃいけないと僕は思うんですよ。で、面白い話があって、僕の横のブースの先生にかかってた方が糖尿病みたいだったんですけどね、僕はたまたまちょっと外来の空き間だって聞こえてきたんで、血糖値高いねってちょっと気になって聞いてたんですけど、だから飲み薬でマックス入ってるらしいんですよ。で、〇〇さん、もうこんなに血糖高かったらインスリン使わなきゃって言うんですよ。いや、注射は嫌ですって80代のおじいちゃんが言ってて、いや、だってこんなに血糖値高いから、いや、注射は嫌です。いや、だからこんなに薬も飲んでて、もうこれ以上薬増やせないから、それが3回4回押し問答が続いた時に、僕よく何食べてんのって聞いてやりたかったですね。じゃあそんなにインスリン打つの嫌なんだったらちょっとは気をつけたら糖質のことって僕は横から言いたかったけど言わなかったですけどね。そういうのもあるんですよね。僕なんか本当この本残せてよかったなと思うのは、本当患者さん見てると1年で何人僕会うのかなって感じですよね。ですから自分はマスコミにも出るし、自分の考えを伝えたいからですね。本も書くし。で、自分としては本当に真面目にやりたいなって思う人を救ってあげたい。いい加減に生きたい人はもう僕ははっきり言ってどうでもいいんですよ。いい加減に生きたい人は。じゃなくてちゃんとしたい人がちゃんと間違ったことをやってしまうことのないように伝えたいっていうのがこの2冊の本で言いたいところですよね。ちょっとがんの最後の質問なんですけど、がんにならないためにですね、私たちが日頃心がけることはどんなことになるんでしょうか。まあ何度も同じ話なんですけど、抗インスリン血症というのはやっぱり発がんのリスクであるっていうのもすごく言われてるので、やはり糖質の取りすぎは良くないし、あとがん検診、これはこれでやっぱりやっていかなきゃいけないかなって。結局がんっていうのはその新陳代謝の細胞のコピーのミスで生じるので、生活習慣が悪いともちろんなりやすいんですけど、別にそんなに生活習慣悪くなくても起こり得ることではあるので、やっぱりがん検診っていうのもやるべきだし、僕は頻度の高いがんを中心にやるべきじゃないかなと思いますね。井上さんさっきが気にされてる男性乳がんとかまで気にしだすと、じゃあ脊髄腫や脳腫瘍はって言って本当キリがなくなっちゃうので、ある程度その絞ってなりがちながんを予防するっていう風にしてほしいなっていうのが僕の願いですけどね。あまり稀なものまでやってしまうと本末転倒になりかねないので、乳がん検診してた大腸カメラするの忘れてたみたいなことがあったら、それが良くないかなと思うので。次はですね、本の特徴とポイントってことで、ちょっと前川さんが書かれているのと、あと監修されている2冊がここにあるので、ちょっとそれをですね、ざっくり、特徴とポイントを教えていただければと思うんですけれども、まずこちらの糖質の教科書。これはやっぱりその糖質っていうものについて分かりやすく説明したという、教科書っていう題で、出版社とだいぶ議論してこの題に行き着いたんですけど、教科書でよかったな。だから僕は出版社がやっぱりちょっと見せるために、ちょっと甘やかしたような題目でっていうところが全部ブロックしたんですよ。それはダメ。教科書じゃない。だから本当に真実が書かれてあるっていうのが売りで、それを分かりやすくその一般市民の目線で書いてる本で、それこそ子供でも分かるような内容になってるっていうことですよね。イラストもついてますし、僕嬉しかったのは小学生の子供も読んで勉強になったって言ってくれる子もいたようなんで、それすごいですね。非常に分かりやすくて頭に入ってきやすいっていう。で、この本は教科書なんで一回読んで終わりではなくて、ずっと持って持ち歩いてほしいなっていう本だなと思いますね。分かりやすさが売りかなと思いますね。だからこそ僕もこれだって思いましたから、ありがとうございます。本当に。じゃあこっちのやぶ患者になるなの方はどうでしょうか。これはもう僕がそれこそ精魂込めて書いた本で、20年余りの僕の医師人生の全てが凝集されていると言っていい。前川さんはじゃあどの本をお勧めしますかって、もちろんやぶ患者になるなんですね。で、いろんなエピソードを盛り込んで、
統一の教科書が文字制限があって書けなかったような内容も含めて、僕らしい例え話とかもどんどん盛り込んでいってますし、本を読むのが嫌いでなければ意外と分厚いですけどスイスイ読めちゃう本じゃないかなと思いますね。そして医療との向き合い方とかすごく考えさせられる内容が自分自身も読み返すとあるんですよ。ですので生きていく中でもすごく勉強になって、特に医療との向き合い方を真剣に考えれる一冊じゃないかなと思いますね。だから僕もこれ読んでもう医療だけの話じゃないなと思いましたね。そうですよね。人としてどういう人生を生きるかっていうのを含めて、オーバーですけどね、そういう内容になってると思うので、本当本を読むの嫌いでなければスイスイ読めちゃうし、何度もこれも読み返してほしい本ですけどね。じゃあちょっと次行きましょうか。こちらですね。ちょっと今回新しく2冊紹介したいんですけれども、これは前川さんの監修ですね。面白いほどわかる糖質の新常識っていうね、こちらになります。はい。前川さん、こちらはどうでしょうか。これは糖質の教科書の発展バージョンの本なんですけど、やっぱり間違った考え方っていうのを見受けることが多いんですよね。例えば玄米はいいんでしょう。私玄米食べてるけど痩せません。いやいや玄米は立派な糖質ですよとか、そういう間違った情報とか、新たにじゃあオートミールはどうなのとか、その糖質の教科書を基本として発展バージョンとしていろいろな質問に対して答えた内容かなと思うんですけどね。例えばいくら食べてもいいわけじゃないよっていうようなところもこの本にはすごく書いてありますし、なぜかっていうようなところも含めて分かりやすく書いてる本かなと思いますけどね。あと字が大きくてお年寄りの人とかはこっちの方が見やすいわってあえて糖質の教科書じゃなくて新常識の方を買われる人もいますね。そうですね。でこれとですね、もう一個ね紹介したいんですけれども、これも前川さんの監修された糖質量大辞典2000というね、こういった本になります。前川さん、こちらはどんな特徴がありますか。これは僕はもうずっとこの糖質の教科書とセットで出したかったんですけど、結局糖質制限重要なのは分かりました。じゃあ何に糖質が多いのっていうのが分からないじゃないですか。その本はあることはあるんですけど、自分も出したいというのがあって、でも先生特色がみたいな話の中で自分もいろいろ特色を考えていくうちにですね、そうだと、青黄赤で色分けしようと。これが僕のオリジンなので、糖質制限に OK なのは青、注意は黄色、NG は赤と、青黄赤で色分けしたんですね。ですから信号になぞらえて OK は青、注意は黄色、NG は赤っていう色を見れば、もうざっくりこれはダメな食品だなっていうのが分かりやすくなってるっていうのが一つの売りですし、あとこれは第8定っていう一番最新のものでのその食品成分表の改定があったんで、それを2000品目っていう、他の類書よりも断然食品掲示数も多いので、そういうの辺が売りですかね。色分けしていることと食品の取り扱っているものがすごく多い。あと糖質制限の食品とかも中に入ってるので、見やすいっていうのもあるし、それが売りですかね。あとあれですよね、初めのところに糖質制限の始め方的なやつも説明ありますよね。糖質制限レッスン、はい、これも分かりやすいですよね。実践しやすいですよね。そう言っていただけると。であとなんていうかな、僕はやっぱ面白かったのはマクドナルドとかハンバーガー一つとってもどこのハンバーガーの何バーガーがいくら糖質入ってるっていう、かなり限定されたやつもあって、そうなんです。これは結構参考になるなと。僕は最初の方で話したように外食が多いので、外食いっぱい入れてねっていうことをなるほど、お願いしてたんで、もうありとあらゆる外食産業に聞いてもらったんですけど、NG が多かった。だからこれハンバーガーでも出てないところは NG っていうことですか。ほとんどそうです。そうなんですね。であと色分けもしたかったんですけど、色分けしたら載せないでくださいっていうのが多いので、もう泣く泣く黒っていう、何にも属しないっていう
のになる。確かに。本当はそれも色分けしたかったんですけど、色は全部僕が決めてますね。青黄赤は。向こうの出版社がこれは黄色だって言って僕が赤にしたりとか、はい、逆もあるし、色は全部僕がチェック入れてますね。自分の主観も含めて、ですからそれを見たら僕の気持ちも入ってるんですよ。これは注意だよっていうのは、黒はしょうがなかった。でも、本当に外食産業たとえその色分けできなくても載せたかったので、そう言ってもらえるとやっぱり僕はお願いしてよかった。出版社の自分自身が聞けないので、出版社の人から各業者に聞いてもらって、生徒者もだいぶ頑張ったと思うんですけどね、それをお願いします。言ってもマクドナルドとかケンタッキーとか結構メジャーなとこ入ってますからね。そうですね。もちろん色分けとか言ったら絶対出させてくれないんですけど。これはでも僕も参考になります。こう見てる眺めてるだけでも面白いですよ。で結構入ってますよね。入ってます。だからね、例えばハンバーガーが脂質も取りすぎって言うけど糖質多いやんっていうのはすごい分かりますよね。そうですね。で脂質と糖質の同時食べですからね。そうです。あと僕結構思ったのはケンタッキーのオリジナルチキンよりもコールスロー M の方が糖質多いっていう、結構意外でしたね。びっくりしましたね、これは。やっぱりいろいろね、調味料とかによっても変わってくるし。結局そうなんですよね。そこに含まれているわけですよね。そうです。あとね、ユニさんに言いますけど、糖質の教科書で、新常識もそうなんですけど、僕は本当に伝えたかった糖質制限の方っていうのは、糖質がただ悪いっていうだけで、いやそうじゃないと、意味があったはず。糖質も例えば食事の供給がちゃんといかない頃にはやっぱり人間やっぱりエネルギー源として必要だったんで、安定的に食料供給できる意味があったし、だけど現代は取りすぎてるっていう話とか、糖質っていうのの意味合いを書いてますし、あと糖質制限の始め方、これが結構厳格に糖質 60g にしましょうとか書いてあって、いきなりそれしたらもうだるくて仕事にならなくてあれは無理だねっていう人も多いので、緩やかに始めましょうという始め方とかも具体的に書いてあるので、その辺も売りかなと思いますね。意外と書いてないんですよ。糖質はただ悪くて控えましょう、できれば 60g 以下でみたいな感じで、そんなの急にあったらめまいしちゃいますよね。その辺がやっぱり進め方を書いてるっていうのも分かりやすさとともに売りになる内容かなと思うんですけど、そうですね。僕どちらかというとちょっとストイックにやっちゃった方なんで、ちょっとふらつきがやっぱりきましたから。そうですよね。だから井上さんみたいに厳格な人は乗り越えれるんですけど、そのままいっちゃいましたけど、そう乗り越えれなくてやめちゃうっていう人遠いんですよ。中には倒れちゃった人もいるので、ですから例えば夕食の主食を抜くとか、やれるところから間食の置き換えとか、その辺を書いてステップを踏んでっていうところが意外とこの手の本にないと思うんですよ。どうです？あまりないと思うんですよ。そうですね。糖質は 30g と厳しいのいくらでもあるんですけど、だから始め方とか初心者に本当にいい内容になってるんじゃないかなっていう思うんですけど。次はですね、前川さんの人生観ということで、いくつかお話をお聞きしたいんですけど、まずはですね、このやぶ患者になるなの後半のところがね、僕はすごく面白かったんですけど、医療や病気と私たちの在り方についての、前川さんのお考えが示されていて、僕は深く共鳴したんですけれども、私たちに今大切な生き方ですね、これについてちょっとお話しいただけますか？僕はやぶ患者になるなんて分厚すぎて、やっぱり人によっては全部読めないわって1章とか2章で投げ出しちゃう人もいるんですけど、6章からじゃあ読んでほしいって思うぐらい、僕は6章に力を入れて書いたんですよ。で6章が本当自分の人生観、患者さんから投影した自分の人生観で、あと医療の考え方なんで、それでいくとこの本に書いたんですけど、柳沢さんっていう亡くなられた方とか、いろんな人の話
とか実際患者さんを見て思うことは、やっぱりその日々努力しなきゃいけないっていうのはあると思うんですよ。生活習慣を改善して、誰しも思ってる健康に長生きしたいということを達成するにはですね、それをまず第一義に書いてるんですけど、それでも自分の寿命がいつ告げるかわからないし、僕も最近怪我をしたりっていうまさかのことって起こりうるので、常に緊張感を持ってそうなるかもしれないから、人生を楽しまないとって思いと合わせて持たなきゃいけないのかなと思うんですよ。だからといってめちゃくちゃ、例えばもう明日死ぬかもしれないからお菓子いっぱい食べようって言ったら、また生き続けて糖尿病苦しむとかあるわけで、ある程度の節度はもちろん必要なんですけど、だけどその節度を保ちながらも難しいんですけど、自分がこの世でやっておきたいことをやっていくべきじゃないかな。で、皆さんコロナの時に思ったと思うんですよ。旅行行っとけばよかったとか、いざもう外に出れなくなると、あれをしとけばこれをしとけば、やっぱりそれってもっと例えば死ぬとかなってくると後悔って出ちゃうと思うので、後悔しない生き方だけど細く長く生きれる生き方も両面でやっていかなきゃいけないなと思います。難しいですけど、だから日々何気なく生きるっていうのは、僕もやっちゃうんですけどね、もったいないことかなと思いますね。やっぱり本当にそれも就活だと思うんですけど、人生は有限ですからね、そんな中で例えば若くないとできないこともあったりとかすると思うので、そういうのをちょっと照らし合わせながら時間のある時にやっぱ考えていくのが大事かなと思うんですけどね。ちょっと次の質問いきますけれども、人間がですね、健康で生き生きと生きていくために大切なことって何だと思いますか？やっぱり生きがいだと思うんですよ。だからそれがない人もいるんですけど、何のために生きてるのかなっていうのがあると、なんとなく生きてる人も多いんですけど、やっぱ生き生きしてる人っていうのは生きがいを持ってるし、目標があったりで、そういうのがない人って魅力的でなかったりすると思うんですよね。ですから生きがいで人生を楽しんでるかどうか、いろんな楽しみ方があると思うんですけど、そこに尽きると思うんですけどね。こちらのですね、ヤブ患者になるなの中で、前川さんにとって、これらの本を、書くことがですね、自分の就活であるという話をされていたことが、とても僕響いたんですけれども、就活に対するそうした捉え方とか、お考えを持つようになったきっかけみたいなものがあったんですか？何なんでしょうね。僕なんかは結構いろいろ思ったことを言う方なんですよ。なんとなくわかると思うんですけど、すぐ口に出しちゃう。で、もう余計なことまで口走っちゃったりっていうようなこともあって、それは言い過ぎでしょうなんて看護師さんが言われたりすることもあるんですけど、でも言ってることに間違いはないよねっていうのは僕言われる。それは自分の長所だと思うんですよ。言い過ぎてるけれどもっていうのがあるんですけどね。だけどそれを例えば一患者さんに言ったとて、その人だけであるし、もっと多くに自分が医者であり消化器内科であり肥満ダイエットをやってる人間だから分かることというのをいろんな人に伝えたいという思いがあったんですよ。それはもう今の人にかかわらず、僕が亡くなってからでもそうだよなと思えるような内容を残したいという痕跡っていうんですかね、自分の生きてた。それが僕はこの本じゃないかなって。これが国立図書館に入ったっていうことは、本当に特にヤブ患者になるんだなって、本当ちょっと寿命を縮めてんじゃないかと思うことを一生懸命普段働きながら夜書いたような本なんで、でも書けてよかったなって思いますけどね。そういう意味で自分は亡くなったらそれこそ骨になってどこにもなくなっちゃうかもしれないけど、この本は残るんじゃないかなと思って、自分の生きた痕跡ですよね。そして考え方、自分ならではの考え方を書けたっていうのは良かったなと思いますけどね。だから僕も後半のやっぱ話は全部響いたんですよ。で全部響いて、やっぱりそういったところの僕はだから医療の話もそうなんですけど、がんの話とか糖質制限もちろんそうなんですけど、前川さんのこの物事に対する捉え方とか、人生って何なんだっていうところの考え方とかっていうところにめちゃくちゃ響いたんですよ。だから僕なんかも医療って何のためにあるのかなとふと思う時があって、
内視鏡っていう本当繊細で細かくて本当そこだけのスペシャリストでもあるし、肥満というもう全てを包括するような病気も見てる中で両方のことをやってるんですよ。本当に技術屋をやってたり、もっとざっくりした食事療法をやったりと、僕はもう外科的なことから内科の本当内科の内科みたいなのをやっていく中で、医療の本質って何かなって思う時があるんですよね。でそうなると正直で医療ってなくてもいいじゃないですか。動物とか医療なんかないわけだから、何のためにあるのかなっていう思うと、やっぱり一人一人が楽しく、そしてできれば健康に長生きできるためにあると思うんですよ。もうその原点に患者自身も立ち返るべきだし、医師自身も立ち返るべきで、ただそこをね、治したいから治す、言われたからやるじゃダメで、何のために病院かかるかといったら健康に長生きするためだっていうのを考えると、無理してかかる必要がないこともあったりとか、ただ言われたからっていう考えにならないと思うので、その医療の本質からすると本人が楽しく生き生きとした生活をするためにあるものだっていう原点にみんな立ち返ってほしいなと思うんですよ。だから本当に例えば来年もう自分死んでもいいと思うんだったら検査なんか受ける必要ないのに、でも先生に言われたからといって薬を取りに来たりとか検査したりとか、だからそもそもなんで病院に来てるのかなって考えてほしいなと思うんですよね。前川さんにとってですね、自分の人生を大きく変えた出来事っていうものがあったら聞かせていただけますか？それはやっぱり糖質制限との出会いですかね。これは大きかったですね。肥満と出会えたっていう。僕は病院を変えるときにダイエットっていうのをやめる気がなかったんですよね。僕は内視鏡だけでも食べていけると思うんですよ。ですけどもう本当に腹も立つんですけどね、言うこと聞かない人も多いし、ですけどやっぱり医療の本質をついてると思うんですよ。だからそれはやめる気がなかったんで、この糖質制限と出会えたっていうのが、こういう井上さんとの出会いもそうですけど、本も書けなかったと思います。多分こういう依頼も来ないし、ですからこの糖質制限と出会えたっていうのが医師をずっと続けれてるかなと思いますね。ちょっと内視鏡だけだったらちょっと飽きっぽくなっちゃうかもしれないですね。日々カメラだけしてれば。でもそんな中で、どんどん新しい知識を糖質に関して入れてみたりとか、その人を良くしたいという思いになったので、そうするとやっぱり内視鏡でこれ取る必要あるのかなっていう人にも出くわすんですよね。だからそこがやっぱ大きかったですね。そのただの技術屋から一人のその人間を見るようになったっていう、そのきっかけかなと思うんですね。糖質制限と出会えたというのは。最後になんですけれども、お仕事でですね、新たに挑戦していることだったり、今後してみたいこと、あるいは今後書く予定の本や取り組んでみたいテーマとかが、あったら教えていただけますか？今書いてる本は内臓脂肪の教科書という、これの第2弾を書いてる。それ以外は今のところ依頼来てないので、ちょっとアンチエイジング的な、ちょっとみんなが気になるような本を書けたら面白いななんて思っているんですけど、オファーが来るかどうかっていうのがあるんですけどね。あと、井上さんみたいにうまく発信できないので、この本ももっともっとみんなに読んでほしいし、例えば YouTube でももっと検索してもらいたいんですけど、ぜひ井上さんに教えてほしいなと思うぐらいですけど、この発信力が僕にはないので、だからそのためには僕はテレビを出ることも厭わないし、自分の信念を伝えたいっていうですけど、なかなか思ったほど伝わらないなっていうのが、今のジレンマであるところかなと思いますね。ぜひ教えていただきたい。医師の方で YouTube やられてる人いますよね。でもどうなんでしょうね。なかなかそんな時間逆に聞きたいんですけど、ああいうのどうなんですか？いやでも時間あるなとか思って、時間ないですよ。本当に時間ない。そういうことですよね。そういうことです。本当に時間ないんで余裕ないっすよね。夜な夜な本を書きみたいな。だからあれは YouTube スタッフいるんですかね？どうなんでしょう。一人でやるってなかなか難しいと思うんですけどね。
まあなんとかしてこう発信して一人でも多くの人にこういった本を、まあ、今回それがねきっかけでこの動画がきっかけで本を読んでもらう人が増えれば一人でも増えればいいなと思うんですけどね、やっぱりちょっと理解してほしいって思うんですよね、ちょっとなんとなく言われたからっていう人ばっかりなんでそうじゃないでしょって自分の体のことでしょって思うんですよ。やっぱこうなった後で起こった後で対処する方が圧倒的に多いですからね。後手が多いですよね、ちょっとした後手ならいいんですけどね、進行がんができて転移してからだと思って汚れなんでやっぱり見ますよそういう人。だから僕も普段からやっぱりそういう人見てきてなんとかならないかなっていう思いもあったから、そしていろんな偶然にもいい患者さんと巡り会えて話が聞けたっていうのがあると思いますね。もう柳沢さんなんか僕からしたら宝物で、あの方と話できたのが本当最後の看取り前できたんですけど奇跡的でしたけどね、でもすごく眼蓄があって、考えさせられますねいろいろ、ただ長く生きてるのがいいんじゃないんじゃないかなっていうのを本当思いましたね。密度大事だなと。はい、ということで、今回はですね前川さんにいろいろお話をお伺いしてきたんですけれども、最後にね、前川さんから何かお伝えしたいことがあればお話しいただけますか。そうですね、まあもう本当この動画の内容で十分なんですけど、ぜひ余裕があればこの2冊の本をお手に取っていただいて医療との向き合い方考え直すきっかけにしてほしいなと思いますね。はい、ということで、今回ね、これをご覧になっている皆さんにはですね、ぜひね、今回の前川さんのお話を日常生活に役立てていただいて、でさらにね、こちらを2冊読んでいただければと思います。はい、ということでね、前川さん今日はどうもありがとうございました。前川さんどうでした今日は。いやーなんか内容が濃くて、僕もなんかちょっとおこがましい内容で大丈夫かなっていうのはあるんですけどね。僕自身も人間的に成長しなきゃって言われてる人間なんででも真剣に考えてはいるんですけどね。だから何も考えずに、あんまり言えなかったですけど、何も考えずにただ目の前のものをやってる先生ってすごい多いですよ。がんがあるから取りましょう、患者も言われたからやるっていう、その無機質な感じでね。でそれで医療費だけがどんどん上がっていって、でも合併症を死んじゃうみたいなことがある中で、本当考えなきゃいけない状況じゃないかなと思うんですよね。制度も悪いんじゃないかなって。僕なんかはいつも例えばがんを切るときに、これは患者さんの家族とか患者にとってはいいことかもしれないけど、病院にとってはいいことだけど国にとっては良くないよね。一方向では話は進まないんですよ。全てにとっていいってことまずありえないです。特に医療は。これは誰にとっても良くないよねとか思う時もあります。でやっぱそこはありますよね。あります。結局医療だけじゃないですよね。よくこんな本書きましたねなんて僕は言われるんですけど、言われたことあるんですけど、先生が。でも僕はある意味真面目だから書いたんだと思うんですよ。本当病院盛り上がれば自分のことだけ考えてたら、こんなね病院なんかかからないようにした方がいいんじゃないみたいな本書けないんですよ。自分のエゴだけで生きてたら。だけどそうじゃないんじゃないかなって思うんで、そうやってその場しのぎのことを考える人たちばっかりだから、こうやって医療費が沸騰するんだと思うんです。パーツに分かれすぎて。それは制度も悪いし、もう自分が生きてる間に帰れないけど、せめて本は書きたいっていう思いがありましたね。こうやって思ってた人間もいたんだって。変わらないと思いますね、この国。デフォルトしない限りは。この偽善社会。本当偽善的だなと思うんですよ。患者のためなんて言っちゃって、ただ自分が手術したいだけの先生なんかいっぱいいますし、病院もそれ止める理由がないんですよ。売り上げになるから。多面的だと思うんですよ。物事って全部そうだと思うんですけど、誰が見てもすごい、誰が見てもいいことってないと思うんですよね。でも僕ら結構罪深いですよね。税金で賄える仕事なんで。で患者もちょっと金を払うから払った気分になるんですよ。で先生にやってもらってて、あ、先生ありがとうございますっていう感じですけど、国にも頭下げといたらっていう感じです、僕からしたら。
あなた自費でやったみたいな気持ちは心のどっかにありますか？自費ならやらなかったんじゃないかなと。なんか体巡り茶好きなんですか？お茶。いや、病院にあるやつで、はいいろいろ水とか結構飲み物は気にされてます？して一応してますね。そうです。お茶か水。はい。僕は本当糖質好きだったんですよ。ピルクルとか飲んでたんですよ。だだいぶいぶよく僕も一緒ですから僕も糖質あそうです大好きだったりコーヒーに砂糖2個とか3個入れるんででも糖質制限になってブラックに変えて、だからやるやって思ってだからやるやって何砂糖入れてんねんって思っちゃうんで、だからやれよって、あんた太って困ってんやろ、こっちはもう予防的にやってんのよみたいな感じで強腰になっちゃう。やれよ、わかります困ってる膝痛いんやろ頑張れよみたいな感じで言っちゃうんで。わかるな。わかります？いや自分はその真面目にねちゃんと取り組んでいきたい人を見たいんであって、この本もそうですよ。そんなやぶみたいな人に読んでもらって結構です、それはね。これはでもどんな人が読むんでしょうね。どれが読むんですか？いや意外と意外とね高齢者から80代からサイン求められてて、これから時間あるから。ああ、なるほどね。80代にめっちゃサイン書くんですよ。これはいいわ。ちょっと前川さん後でサインもらっていいですか？もちろん大丈夫です。こんなに読んでいただいていや人の出会いってわからないものですね。いやそうですね。うん。いやこんな出会いがあるんだっていうのはちょっと YouTube やっててよかったところです、ね。妹がねいや井上さんの動画をたまたま僕見つけて、ヤブ患者とか自分のそのエゴサーチしてたら引っかかったんですよ。でこんなんあるわって言って妹見せたらいい内容やね。井上さんにメールしてみたらって言うけど、メール知らんよそのメールアドレスって。どうやってするの？それはねコメント欄に書くのとか言う。それはわかるわけそしたら俺もう打ち間違っちゃってね。あれ嬉しかったですね。あ、そうですか。でも前川さんとはその後インスタでねつながって、でそこからこの対談にまで発展するというですね、こんなことは初めてですから。そうですよね。これは嬉しいですね。ありがとうございました。いや嬉しいですね。ちょっとずれちゃった。めちゃくちゃ書いていただいてありがとうございます。いやいろんな出会いがあるもんで、どうやったら売れるんでしょうね。これ売りたいんですけど。ただヤブ患者になるのはもうほとんどの人が該当しちゃいますんでいやもうこれはねほっといても売れるんですよ。これは本当お世話にかからない本でね。刺さりすぎると見たくないっていうのがあるんですよ。人間の心理として僕の動画もちょっと大学とも関わってるんで大学生に見せたりするんですけど、動画を課題としてみたいなことでこう利用できるんでいいんですけど、一番目を見たところでもう刺さりすぎて見れないみたいな。そっか。僕らしく本音で全部言っちゃったから本音しかないですからね。本当にその言い方はマイルドですけど、全部言ってること書いてるねって看護師さんに言われてるんですよ。普段言ってること全部書いてる。だから昨日は井上さんこれで復習してたんですけど、パラパラパラすぐ読めますね。そうその通りもう全部その通り。さってすぐですね。何回も読んでるのもあるけど、その通りおっしゃる通り。これだからそう。あれこれは最高に面白かったですね。ありがとうございます。でもね数少なくてもそうやって思ってもらえる人がいるだけでいいんですよ。だから例えばその柳沢さんっていう人を A さんにしますかっていうのをやめてくれって言ったんですよ。天国に行っちゃったけども、きっと喜んでくれるから、実名で行きたいと。もう一方の悪い例の方はねちょっと名前出さなかったんで、なんか柳沢さんの言葉だけでも残したかったですね、自分はね。せっかく聞けた言葉なんで、運よく聞けた言葉で引き出せた言葉なんで、そうかと思いましたね。人生の生きる意味って思い出作りなのかって思いましたね、自分はね。なんかそういう人の言葉を残しておきたいっていうところに多分僕も響くんですよね。僕もそういう人だからっていうのがあって、なんか前川さんの患者さんか何かのコメントされるんですよね。コメントをくれていつもっていうか、僕がライブ配信をやった時に、前川さんのところでお世話になっているものですけど、いじめられてますよね。前川さん
この本紹介されて喜んでましたよってコメントコメントそんな恥ずかしいな。こっちのやつで一回コメントがあって、でこっちのやつでもうあって、またこれ紹介されてめっちゃ喜んでましたよね。嬉しかったですね。で僕そのコメントに対して「いや今度前川さんとあれからつながって対談するんですよ」って言ったら「うわ楽しみです」みたいなコメント来ましたよ。うちの家族なんかも井上さんの分かりやすいわとか言って見てね、本当ですか？感動してましたよ。そんなことあります？ありますよね。妹に言ったら僕父親も見てすごいうなずいて見てた。それは息子が書いてる本ですからそれは分かるだろう。そうどういう心境なんですかね、その親御さん。不思議ですよね。だから自分が NHK に解説で出た時があるんですけど、それを横から写真撮った妹が撮った写真があるんですけど、なんかすごい喜んで見てましたけど、自分の子供がテレビに出てるとかね。どんな気分なんでしょう。いやでも嬉しいでしょうね。そうでしょうね。嬉しいですよ、それは嬉しいですね。そう親孝行のためにやってるっていうところもあるんですけどね。もうめちゃくちゃ喜んでましたよ、この本が本屋で売ってたら。そりゃそうでしょうね。でしかも何でしたっけ、このやっぱり帯の写真でもう分かりますからね、お前が。そうなんですよ。でもなんかやっぱ白衣で行かないとダメですね。写真じゃない絵で写真が前川先生多いからって絵でやってるのあるんですよ。白衣っていうのが大事らしいですね。医者が監修してるっていう。一個のあれですね。一個記号ですね。記号ね。そうなんですよ。絵みたいなやつは全然売れてないですよ。そのせいかどうかわかんないけど、それも可能性ありそうですね。だからこっちのね、筋トレのやつって前川さんの写真じゃないですか。でこっちって絵になってますからね、それ筋トレが。そう。やっぱり写真の方がいいですか？やっぱり写真の方がいいですね。あとちょっとあれですよね。少ないというのもあるんですけど、1個の筋トレのなんかステージがちょっと弱いですよね。弱いです。でもこれね、これ厳しすぎて評判悪いケースもあるよ。患者には無理。これ僕もやったんですけど、きついですね。結構きつい。ワイドスクワット結構きついですね。結構きつい。角度も意識してやる。そうなんです。あれでしょ、3秒でもこの元に戻るっていうのがポイントですよね。そうなんですよ。早くやるのは簡単なんですけど、時間かけてやるとプルプルしちゃうんですよ。そう。3回目ぐらいまでなんてことないんですよ。だんだんね。7回目ぐらい結構きますね。